ハンブラビの系譜。グリプス戦役末期にティターンズが実戦に投入した可変試作モビルスーツがこの RX139 ハンブラビである。基本設計には木星帰りの男パプテマス・シロッコが関与しており、変形機構の簡略化によって生産コストを抑えつつも機体性能は非常に高い戦闘能力と運用性を獲得している。その外見はモビルスーツとは思えない手足の生えた A のような得意なシルエットを特徴としており、量産を前提に変形機構の簡略化が推し進められていたが、結果的に量産化は見送られ、ゼダンの門で開発された試作機が数機実戦に投入されるだけにとどまっている。パイロットはヤザン・ゲーブルを隊長とするラムサス・ハサ、ダンケル・クーパーのヤザン隊が務め、息の合ったコンビネーション攻撃によってエウーゴを翻弄してみせた。そんなハンブラビの系譜の始まりは、シロッコがジュピトリス内で開発した可変モビルアーマーメッサーラにまで遡る。 PMX000 メッサーラ。シロッコが設計開発したこの機体は木星という高重力下での運用を想定しており、モビルアーマー形態への可変機構と両肩部には大水力スラスターを搭載。この大水力スラスターはジェネレーター直結式の強力なメガ粒子砲と一体化しており、戦艦並みの火力と高い機動性を併せ持つ機体として完成している。シロッコが独自に設計した簡易型ムーバブルフレームが採用されており、地球圏での運用においては圧倒的な戦闘能力によってエウーゴの地球降下部隊を翻弄し、彼のモビルスーツ設計技術の能力の高さを示してみせた。 ORX005 ギャプラン。地球連邦軍のニュータイプ研究施設オークランド研究所とオーガスタ研究所が開発した試作型可変モビルアーマーがこのギャプランである。メッサーラの技術が反映されており、両腕部のムーバブルシールドバインダーをはじめ機体各部に推進機が設置されたことで、極めて高い加速性能と機動性を持つ機体として完成。開発当初は加速時にパイロットに対する強烈な G が生じてしまうことから強化人間にしか扱えない機体であったが、改良された後期生産型では一般パイロットでも搭乗可能なエースパイロット専用機が少数機誕生している。しかし急遽の改修だったため、前転周囲モニターの調整が不十分となってしまい、機体下部に死角が生じてしまうという欠点を生み出してしまっている。後にティターンズが立案した TR 計画では、ギャプランをベースにした試作型可変モビルアーマー ORX005 ギャプラン TR5 が開発されている。 RX110 ガブスレイ。シロッコの設計案と技術提供を受けたティターンズがルナ2で開発製造を行い完成した可変型モビルスーツがこのガブスレイである。ガブスレイが先発機ではあるが、ハンブラビとは同時期に開発が行われていたため、兄弟機にあたりムーバブルフレームを採用したことで機体の大型化を抑えつつ可変機構の搭載にも成功している。高い機動力もさることながら、肩部メガ粒子砲やフェダーインライフルなど一撃で敵機を撃墜できる非常に強力な武装も装備していた。しかし可変機構の複雑さから製造コストが高く、整備性も劣悪なことから量産化は見送られている。内部のムーバブルフレームを大型クローアームに変形させるという機構やユニットは RX124 ガンダム TR6 ハイゼンスレイ2や RX160S バイアランカスタムの腕部などに影響を与えることになる。 FFX29A フルドド。 TR 計画で開発された強化パーツユニット。一年戦争で投入されたサポートメカ G ファイターの開発コンセプトを継承しており、ガンダム TR1 ヘイズルなどの TR 計画機とドッキングすることで機体性能の拡張と戦闘能力の強化を図ることが可能となる。フルドド2機を合体させることで TR 試作ハンブラビと呼ばれる形態となり、ここで得られたデータはハンブラビの開発に大きな影響を与えることになる。また後年には TR 計画の一環としてフルドドの完成形 RX124 フルドド2をコアにウィングバインダーやビームキャノンを装備したハンブラビ2や水中戦仕様となるアクアハンブラビ2なども誕生している。 RX139 ハンブラビ。前述のメッサーラ、ギャプラン、ガブスレイなどのシロッコが手掛けたモビルスーツの運用データとフルドドで得られたデータをフィードバックし、シロッコがジュピトリス内で試作した機体の設計案をもとにゼダンの門で開発製造が行われ完成を迎えることになる。ジェネレーター出力やスラスター送水力は同世代機と比較しても
決して高い数値ではないものの、変形機構の簡略化と燃焼効率に優れた熱核ロケットエンジンの採用によって総合性能の向上に成功し、独創的な機体構造と特殊機構は他機種にも引けを取らない性能を本機にもたらしたと言われている。ハンブラビの機体構造。可変モビルスーツであるハンブラビは第3世代モビルスーツに分類され、同世代機の中でもその機体構造は特殊と言わざるを得ない構造を有している。頭部は胴体部と一体化しており、メインカメラとなるモノアイの他に上部と後部、両肩部にも搭載され、計5機のモノアイを採用。 A のヒレのように見える大型フィンは放熱板とバーニアスタビライザーの役目を担っており、脚部に搭載されたスラッサーと相まって高い機動力を実現。さらにモビルアーマー形態への変形機構はガブスレイの設計を引き継いでおり、整備性や耐久性の向上に加え、より簡易化したシステムによって変形シークエンスは 0.5 秒から1秒で完了すると言われている。また変形後もマニュピュレーターを扱えるという点がハンブラビの特徴の一つでもあり、モビルアーマー形態時でも携行装備の使用や急旋回からの短距離加速によって繰り出されるワンブクローによる近接格闘戦など、戦況に合わせた戦闘スタイルを確立させている。しかしその反面、機体性能を十分に発揮させるためには搭乗者の高いパイロット技術が必要とされ、操縦の難しさから本機の量産が見送られた一因ともされている。武装はモビルスーツ形態とモビルアーマー形態の両形態で使用可能となるメインウェポン、ハイブビームライフルやオプション兵装として採用されたフェダーインライフル、腰部背面に装備された近接格闘戦用のテールランス、標準装備となるビームサーベル、さらには対モビルスーツ用電磁衝撃兵器海蛇を装備している。この海蛇は目標に対してワイヤーを射出し、対象の動きを阻害するとともに拘束。それと同時に高圧電流を流すことで電子機器とパイロットにダメージを与えるという特殊兵装である。野山隊ではハンブラビ3機が参加し、クモノスと呼ばれる電磁ワイヤーネットを展開後、対象を捕獲。クモノスの放電によって敵機の電子機器とパイロットにダメージを与えるという連携攻撃を繰り出していた。しかし後にクモノスは廃止され、各機が前述の海蛇を装備するに至っている。バリエーション機ではハンブラビの性能向上型としてティサーンズが実験的に配備した RX139 ハンブラビマーク IB ヴァンパイアと呼ばれる機体の他に、機動戦士クロスボーンガンダムダストではハンブラビをサブフライトシステム兼モビルアーマーとして再設計した CRX139 ハンブラビーという機体も誕生している。 RX1361 ラクシャサ。ラクシャサはハンブラビの技術を流用し、ゼダンの門で開発が行われたティサーンズ製の大型モビルアーマーである。登場作品はアドバンス・オブ・ゼータシリーズの第2弾となるアドバンス・オブ・ゼータ時に抗いし者であり、当初は可変モビルアーマーとしての開発が推し進められていたが、結果的に非可変モビルアーマーとして完成に至っている。基本的なスペックは公表されていないものの、一年戦争時代にジオン公国軍が投入した巨大モビルアーマーに匹敵する機体サイズを有していたと言われており、高機動戦闘と高火力による一撃離脱を主体とした戦闘スタイルを得意としている。宇宙船仕様であるラクシャサは各ユニットを外付け式のオプションユニットで構成するという仕様になっており、ミッションに応じて装備の変更や換装が可能とされ、機体後部には大型スラスターを搭載していることからデンドロビウムの影響も感じ取れる仕様になってはいるが、系譜的なつながりは現在のところ確認できていない。武装は超方針の高出力ネガ粒子砲に加えて、機体中央部には18連装誘導弾発射機を搭載し、近接格闘専用となるワンブクローには大型ビームサーベルを内蔵していた。2機が生産された本機は、1号機は根底投攻略作戦を阻止するために実戦に投入され、アイフィールドジェネレーターの安定稼働や高出力ネガ粒子砲を2機に増設したことで、より完成度を高めた2号機は軍事戦役末期の軍事通攻略戦で実戦に投入されたのがとも撃墜されている。以上、ハンブラビの系統を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
We were traveling